はい。皆さん、こんにちは。大海介です。はい。皆さん、こんにちは。大海介です。今回なんですけどもね、もう皆さん YouTube とかで見ていると思います。この FPV 山梨シネマティックという動画の、解説といいますか、どのような構成で、どのような、僕がイメージをして作ったのかっていうところを皆さんに共有していこうと思います。でね、動画を専門的に学ぶトランスメディアの方では、動画編集画面を使ってね、細かく解説しているんですけれども、今回こちらでは動画を見てね、簡単に皆さんにお伝えしていくのと、もう昨日かな、昨日か一昨日、公開させていただきましたシネマティック動画教材のアップデートプランを、リリースさせていただきましたので、後半にはね、その解説を少ししていこうと思います。それでは早速解説していきましょう。今回のこの FPV 山梨シネマティックはですね、結構大変でした。というのはなんでかって言いますと、今回使った機材がですね、FPV ドローンと、あとは普通のドローン、あとはレッド、この収録してるレッド 8K ですね。あとはブラックマジックの 6K を使ってね、撮影したわけなんですけれども、本当に素材がいっぱいありすぎて、グレーディング、色合わせも大変だったし、あとは 8K とか 4K のオズモアクション GoPro とかもめちゃくちゃ重いので、超大変でした。その大変だった動画をね、一つ一つ見ていこうと思います。どうぞ。はい。やっぱり最初はね、最初のワンカットはやっぱり誰が見ても超綺麗っていうような演出じゃなきゃダメだと思ったので、このドローン、Mavic Air 2ですよ。飛ばしてきましたよ。本当にこの下アングルから徐々に上がっていくっていうカットをね、使わせていただきました。で、何がいいかって、最初この下向いてるんですけど、水面がね、反射しているので、すごくいい感じの幻想的な表現になりました。で、1カット目は長めかつ、こんな長く使える素材ってそんなないですよ。で、ドローンをね、徐々に上に上げてカメラアングルを下に下げて、で、被写体僕が徐々に歩いていく。で、この壮大な景色、崖の上っていう演出をこのワンカットで表現させていただきました。で、今回のこのシネマティック動画なんですけれども、従来の、動画クリエイターとかクリエイティブの人たちに、刺しに行く動画じゃなくて、今回はかなりポップめで、マイヤー2018のような、これから動画を始めていきたいとか、まだ未経験だけど上達していきたいって方に、もう今すぐ撮影に行けと思うかのような、演出にさせていただいたので、音楽とかもかなり、メジャーなポップなものを選ばせていただきました。これ FPV ドローンですね、今のは。FPV ドローンをこうやって横にビュイーンって回転させて、次、Mavic Air 2のドローンで横旋回。で、これはレッドの素材。はい。今のところもなんですけれども、基本的に、このレッドの素材で、木が横に来るじゃないですか。その演出と次のドローンの映像の横動きっていうのも、ちょっとこのつなぎを少し関連づけるためにそういった演出も入れております。こんな感じね。これ FPV ドローンです。FPV ドローンの逆再生。はい。今のところも、こうやって引いたタイミングで、最初この木ですね。木のこの葉っぱを、当たるように、このスタビライザー使って撮影して、で、繋げているっていう状態ですね。だからディゾルブとかもね、特に使ってないですよ。あとは山登り。今のカットとかも、これね、このカットもすごく綺麗なんですけども、右側にこのハイライトがあって、左側シャドウと、で、被写体が僕に中心にあって、ちょっと進む時に僕の顔がこうやって横から向こうに向くみたいな、すべてのバランスが整っている、本当に美しいカットだと思っております。でね、本当に長時間かけて何日も撮影して編集すると、こういった素晴らしいカットだけを使えるので、やっぱり厳選して時間をかけて作るってことの、優位性といいますか、クリエイティビティの向上っていうのはね、あると思うので、ぜひ皆さんも時間をかけてじっくりと撮影編集していただけたらと思っております。これはシンプルに雲の中入っていって、ディゾルブで繋げております。このレッドの素材ですね。もうこの YouTube で見てもう一目瞭然ですね。レッドのこの雰囲気というか、この色味の情報量ってのは圧倒的。ここでドローンを飛ばしますって言ってサビに入るんですけれども、ちょっとここのサビに入る前までは割とメロウな感じでゆったりと言ってたんですけれども、そこでじらしてきた分をこのサビで一気に爆発させます。
はい。今回の FPV ドローンで撮影した最も綺麗な、最も臨場感あふれる演出をここでワンカット追加させていただきまして、その後この前進しているっていう流れから、ハイパーラプスのこの4連続、前進ですね、すべて。徐々に前。次、後ろですね。この間抜けていくと。で、この木が現れてきたタイミングで次僕が現れて引くと。今のも手前に草があって、また次に草でつなげる。みたいな、こういうやっぱ動画と動画のつなげを少し関連づけて、編集するってことがとても大事になってきます。はい。今のも FPV ドローンで後ろに下がっていったら、また次このドローン Mavic Air 2で後ろに下がっていくっていう、同じこの向き、方向性で統一すると、すごくなんか滑らかにね、見ることができます。で、最後のこのカットは最も綺麗だったんですね。もう手前のこの何もない木から、徐々にこの旋回させていくと、最終的には、こういう感じで湖に反射する夕日が待っている。夕日じゃね、朝日ですね。っていうような演出で今回は編集させていただきました。でね、結構このシネマティックに関しては僕も本気で今回のこの制作に関してはもう実質細かく詰めていく期間も含めますと多分1週間いかないぐらい、5日間ぐらいかけたので今回編集すごく大変だったんですけれども、こういった細かなね、編集画面を使った解説とかはトランスメディアの方に上げていますので、ぜひね、そちらのそのディゾルブがどのぐらい入っているのか、どのようにスピードランプ使っているのか、ネスト化しているのか、ワープスタビライザーしているのかっていう細かなね、解説はそちらで見ていただけたらと思っております。でね、このシネマティック動画ってやっぱりこのような音楽に合わせてかっこいい演出を多くの方が作ることによって、この動画を始めていきたいっていう人たちがめちゃくちゃ増えると思うし、本当に今回ね、シネマティック教材後で話すんですけれども、思い出をより魅力的にって本当にそのままだと思っていて、より多くの人の人生の思い出としてね、形になっていくと思いますので、こういった感じでシネマティックをより解説するっていう動画をね、撮らせていただきました。でね、今回シネマティック教材のアップデートプラン、前回出した教材よりもよりアップデートした形で今回は出させていただいたので、ちょっとね、その解説もさせてください。サイトがね、こんな感じになっていまして、スマートフォン向けなんですけれども、シネマティック、思い出をより魅力的に、皆さんの旅とか、日常とか、そういった素晴らしい思い出をより魅力的に残すことによって、人生としての幸福度を上げましょうという、コンセプトになっております。はい。こんな感じで、基本的には同じです。ベーシックっていう、なんていうんだろう、このモジュール。今ちょっとテストモードなので、あまりモジュールが反映されてないんですけれども、従来のこの教材ですね。僕が、計25本、4時間にわたる、すべてのこのシネマティックの、もう0から100まで体系的に学ぶっていう教材がまず主としてあります。ただ今回のこの教材だけだと、やっぱり未経験の方とかはちょっとやりづらいなとか、わからないなっていう声があったんですね。なので今回どういったところがアップデートしたかって言いますと、この教材の、学ぶ順序とか、練習課題とか、あとはメンター制度、チャットで24時間いつでも対応しますよ。で、あとは皆さんがこの教材を学んだ最後に自分で作ったものを、僕たちがフィードバックする。もう、ここがちょっと違和感あるからこういう風に改善してくださいみたいなメンター制度も今回は付けさせていただいたんですね。ちょっとそこを見ていきましょう。まずはベーシック。普通の教材です。はい。どんな人でもこれだけで。っていう本当にこの名の通りなんですけれども、モジュール1、本当に基礎的な部分。モジュール2、編集の基礎ですね。で、次、モジュール3、編集をより、コミットして学びましょう。モジュール4、この撮影技術を学びます。モジュール5はさらなる技術向上ということで、実際に僕が、スノーボードのシネマティック動画の撮影方法を、実際にスキー場に行って解説して、それを編集するっていう、モジュール5がもう今まで学んできたものを全てアウトプットしましょうという教材になっております。で、モジュール6は終わりにということになっております。それが、動画数が全25回、再生時間が4時間20分、これで全ての
シネマティック表現を体系的に学ぶことができます。で、これは基本的にね、皆さんが教材を見て学んでいただくものとなっていまして、4つの特典ですね。25本の動画と、あとは僕が普段使っていますカラーグレーディングのラットとか、あとは動画撮影素材。で、動画プロジェクトファイル、実際に僕がシネマティックで撮影した、編集した素材を、皆さんにお渡しするので、僕が編集したスノーボードのシネマティックの編集プロジェクトファイルがそのまま皆さんの手元に渡るっていう、本当に素晴らしいコンテンツになってると思います。自分で言うのもちょっとおこがましいですけれども。はい。それがベーシックプランです。次、アドバンスを用意しました、今回は。で、アドバンスは、確実に上達するためのサポートということで、特典としては追加素材ですね。で、これ追加素材ってどういったものかって言いますと、例えばこのフレームレートっていう教材があるんですけれども、フレームレートについてより知識をね、深めるために、こちらから 24fps、30fps、60fps、120fps っていう素材をお送りさせていただいて、ちゃんと確認すると。で、あとはスピードランプとかディゾルブとか、そういったエフェクトがしっかりと適用されているのかっていうところを確認するための、宿題といいますか、素材を皆さんにご提供させていただくのと、あとはメンターですね。今僕たちのチームで活動している、もう本当にプロの動画クリエイターが皆さんのわからないことを解決させていただきます。それがアドバンスです。次、コンプリートですね。コンプリートはもう短期間でもう最高レベルの技術を学びましょうという特典になっていまして、もちろん、先ほどのチャットとか、あとは追加素材もそうなんですけれども、これはね、オンライン面談、週に1回、皆さんと30分間実際に、お話をすると。そのオンライン面談っていうのは、僕がやるわけじゃなくて、僕のチームのね、プロのクリエイターがやらせていただくんですけれども、本当にわからないことをもうマンツーマンで学ぶことができるっていう、このコンプリートだともうシネマティック表現をもう絶対にしたい。ここまでかっこいい動画を作りたいっていう方はもう絶対に学べるような特典になっていますので、ぜひね、こちらのサイトとか本当に概要欄に貼っておきますのでチェックしていただけたらと思っております。それね、課題のフィードバックとか、例えば、スピードランプ、ディゾルブが汚かったら、これは本当に汚いからこのまま学んでいってしまうと、絶対にかっこいいシネマティック表現できないみたいな、ちょっとシビアなね、ところまで皆さんに、メンターさんがサポートさせていただきます。で、出来上がった動画とかは、もう完全にフィードバックしたりとか、より多くの素材を渡したりとか、ちゃんとサポートとか、もう本当に全ての特典がアップデートされたものが、このコンプリートプランになっております。この計3つのプランが今回のシネマティック教材のアップデートとなっております。本当にこのシネマティック動画って、ただ単純にね、教材で学ぶことができる、能動的に学ぶことができる人はいいんですけれども、やっぱりわからないことがまだ多すぎるっていう方は、こういったメンターサポートがある、アップデートプランを選んでいただけたら、よりシネマティックが学びやすくなると思いますので、もしね、興味がある方は、この教材をチェックしていただけたらと思っております。引き続きね、弊社一同こういった多くの人たちが動画を作れるようになるための、そういったソリューションといいますか、仕組みというものは作っていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ちょっと長々とお話ししてしまったんですけれども、皆様からのね、シネマティック動画、見るのを楽しみにしていますので、引き続き頑張っていただけたらと思っております。はい、じゃあそんな感じで今日の動画も以上となります。皆さんどうもありがとうございました。